開くチャンネル。1996年3月1日発売、スーパーファミコン、機動戦士ゼータガンダム、アウェイ・トゥ・ザ・ニュータイプを懐かしんでもらうために簡単に紹介するで。スーパーファミコン末期のソフトで、お値段11,800円。その分いろいろな意味で、ボリューム感満載や。このゲームを初めからクリアすれば、機動戦士ゼータガンダムを追体験できる素晴らしいソフトやで。BGM も素晴らしいし、あのモードがなければ。さてセーブが生きておったけど、操作方法やパラメータ設定等々全部忘れてるから、一回試しに動かしてみた程度なので、動画は無駄ってるで。画面でアイテムの数を入力してるけど、説明しとくと、いいタックな HP 回復アイテム、マグと書かれてるのがビームライフルとの残弾回復アイテムやで。各員確かこのゲーム毎回この設定画面でアイテムを振り分けないと何もない状態で出力することになった記憶があるから注意や。どかないと。だってパイロットなんだから。僕は夢を見た。ちゃんと変形シーンやスーパーガンダムのドッキングも再現されてるで。もっさりやけど。落ちろこの目障りなんだよ。ああ、しまった。君を笑いに来た。大したダメージじゃないわ。目障りなんだよ。ねしな。いかん、やられる。しな。どうした？どかないと。さて、イベントシーンも終わったので喋らせてもらうで。このゼータガンダムの操縦席に乗ってる間、英語表示には中二病心をくすぐる何かがあるよね。ただ後で話すんやけど、 3D 風なんちゃってシューティングモード時の苦痛といったら、この画面も見飽きるくらい
撃。程度で落ちはしない。設定画面とイベントだから2倍速でお送りするで。まあ超有名な原作だから問題ないと思うねんけど、ネタバレが困る人は帰った方がええで。んなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。私はいつも一人の男だった。見に来たか。さあ、血の吹き方に気をつけてもらおう。私はいつも一人の男だった。そういえば君の気がする。やめろ。僕たちは分かり合えるかもしれないだろ。やってみるさ。己の功をわきまえるのだな。マイナー。マイナー。そういえば君の気がするんだ。貴様、遊びをやっているつもりか。ロングレンジタイムのお時間やで。まずは見た方が早いから一度黙るで。
でにビームライフルでロックオンした時にコマンド入力しないとしょぼいダメージで時間がさらにかかるわ。ビームライフルとハイパーメガランチャーで威力に差はないわ。で、クロスレンジは慣れればまあまあ面白いだけどとっても寒いよね。そして今回の動画作成で分かったことが、今のうちの環境じゃこのロングレンジモードの遅延によりアイテムロックオンすることが非常に難しいと分かったね。いや、はや動画が少ないのにうなずけるゲームだ。BGM とクロスレンジはええねんけどな。お金がないからうちが YouTube で稼げるようになって目標達成まで続けてたら時間はかかるけど茨の道に突き進むで。貴様のようなのがいるから戦いは終わらないんだ。そんなものか。うわっ、持つのか。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。そんなものか。ほら、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、良ければコメントもあると励みになります。このゲームの結末はぜひ自分で見たら感動も20倍大 OK やで。高い目標にしたからうちがすることは多分ないけど別の動画も上げてるから応援したってな。お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。そんなものか。ここまで来てゲームを中断するとは、人に品性を求めるなど絶望的だな。やはり人はよりよく導かれねばならん。指導する絶対者が必要だ。